はい、どうもです。ということで、今回はこちら、ラクドスミッドを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新カードを6種類採用したエルドレインの森対応の新デッキですね。エルドレインの森はどちらかというと脇を固めるカードが多くて、こちらのデッキもそういったカードを多く採用しています。何度も紹介していますが、執念の特目は長期戦でかなり強い1枚で、試合が長引きやすいこういったデッキにおいては試合終盤に重宝する1枚ですね。また侵入者と似た役割で下水王も採用していて、こちらは横並びをしていくということで、ギックスとの相性が良いカードになっています。また今回はお試しで大敗的なドラゴンも使っているのですが、基本的にアグロデッキに対しては弱いカードなので、メインには2枚くらいが限界だなと感じました。そして4マナ一気には注目の鏡に願いを採用していて、スタンではガン積みするようなカードではないのですが、このデッキにおいては3種類の4マナ息やベリアナなどを持ってくることができる便利カードになっていますね。今回こちらアーリーアクセスではなく BO3 ランクマッチでしっかりと6-1することができたので、そこそこデッキパワーは高くなっているかなと思います。はい。ということで実際にどんな感じで回るのか、際の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。割とバランスはいいハンドですね。後手でこの切り崩しがあるのは結構心強いかなと。さあそして大敗的なドラゴンも引いてくる。相手はラクドスっぽいので、ドラゴンも結構強く、使っていけそうですね。さあ、収穫者は除去って、こちらも収穫者を返していきましょう。大敗的なドラゴンはね、やっぱりその、色が合わないとき、そして相手がアグロデッキのときが結構弱く感じてしまったので、基本的にメインに4積みは結構厳しそうな印象ですね。お、ブレイズ。なるほど。アーティファクトをサクっていく。こちらもサクっていきましょう。さあ、ブレイズは、ベリアナでしっかりと対処をしていくと。ただ、ドローがちょっとね、土地だらけのため、何かしらを引いていきたいですね。さあ、相手、ブレイズが入ってたんで、なるほど。なるほどね。役割トークンとかが、どんどん出てくるんで、ブレイズでアドバンテージを取れるっていう感じですね。さあ、22速攻は2体出ながら、トークンもね、2つ稼いでいると。お、これはめちゃくちゃ強いの引きましたね。鏡に願いをもあるんで、黒マナ確保しておきたいんで、竹沼でいいか。竹沼を置いて、で、さらにこれ、2ディスカードもできるんで、相手のハンドも枯らすことができますね。ライフもこっちが勝ってるんで、4点ルーズもいきますか。さあ、盤面、さら地にして、2ディスカード。メインアクト2枚。なるほど。これドラゴンを普通に出してたら、普通に負けもありましたね。さて、残り10点。これはもう素出しするか。相手が除去を引かなかった場合は、3回殴って終わりなんで。お、さあ、ただブレイズ。これはどうだクリーチャー、でも、これマストじゃないんで、土地を触ってきてるんで、土地の可能性もありますね。ただドラゴンで、宝物トークンは出すことができるんで、さあ、殴っていきましょう。残り6点。ブレイズは残してても OK かな。うん。ここはもう、ドラゴン素出しで、ライフを攻めていきましょう。相手はこれでも、このターンに倒しきるか、ドラゴンを1体は除けらないとという感じですね。なるほど。いや、相手のデッキも結構面白いですね。役割トークンをどんどんつけて、ブレイズでアドバンテージを取っていくっていう感じですね、これは。さあ、ただ除去はおそらくこれは引いていないので、ここで投了と。OK。さあ、サイドやっていくんですが、相手は、役割デッキですね。アクトが入ってるのがちょっと怖いところではありますが、ただ基本的にはブレイズだけは、しっかりと除去っていければ OK かなと。除去をちょっと増やしていく感じでいきますか。墓地体はそんなにいらなそうなので、ネズミを、減らして、一貫の終わりを、増やしていくと。あとは5手なんで、工作員1枚減らして、60枚にして、
やっていきますか。さあ、1本目勝って2試合目。これはまあキープしますか。軽い除去はないんですが、まあ、ベリアナもあって、まあ一貫の終わりもあるということで、まあ悪くはないかなと。これ、相手早そうですね。さあ、まあ1ターン目はとりあえず、渡していくしかないと。はい。これ3ターン目ブレイズ出されたら、とんでもない速度になっていきますね。お、切り崩し引く。ただ、先にクリーチャー出しておきたいかな。さあ、収穫者から。相手がここからどんな動きをしていくかが結構気になりますね。なるほど。さあ、三電火力を強薬で使って、スクライをしながら、さらにひねくれモノトークンも生贄に捧げていくと。早いですね。これ3ターン目ですからね。からの、追加でクリーチャーも出てくるかどうか。のルーティング。さあ、土地を捨てて、さらに、呪詛術師。呪詛術師。めっちゃ言いにくい。さて、これはもう除去を優先した方がいいですね。数年の特目で、とりあえず3-2の術師は倒して、ただどうかな、なんか、切り崩しも打っておいた方がいい気はしますね。結局、その強薬をさせたくないんで、まあ、土地からの鏡に願いよとかもある可能性もあるんで、まあ、除去っておきますか。まあ、3点はとりあえずまた入ってしまいますが、さあ、追加の土地からドレッド。まあ、ドレッドは一貫の終わりで除去っていきましょう。まあ、ちょっと、後手ということで、防戦一方ではありますが、まあ、これはもうメインで打っていきましょう。さあ、一貫の終わりで、相手のハンドは土地。お、ドレッド2枚だけ。なるほど。アーティファクトも出てくるんでっていうことか。完全に強薬寄せのラクドスですね。ただ結構強いな、これ。軽いカードだけで構成されてるけど、しっかりとアドバンテージも取っていけて、まあしっかりと速いデッキですね。さあ、後続を引かれなければという感じではありますが、さらに役割トークンをつけていく。ただ、一旦ベリアナで綺麗にすることはできますね。まあ残り6点まで、削られてはしまいましたが、これでようやく、防戦は終わっていくと。6点あれば、まあ、これで5点まで。5点あればなんとかっていう感じではありますね。利息か。はい。これで4点まで。4点だと、アクトが怖いんですよね。アクトはもうこれしょうがないか。収穫者ドラゴン、素出し、いや、それもダメだな。まあ、アクトはもう引かれたらしょうがないんで、勝っていけるプランを取っていきましょう。さあ、全部手札を使って、で、リリアナも、プラスをしていくと。一応、まあ、特目も見えてくる感じではありますが、ブレイズは、ギリ耐えですね。エンチャント桜れて、残り2点まで。さあ、ここからは、まあ、アクトだけは、引かれないことを祈るっていう感じですね。ランクルのいたずら。これも、使ってもいいか。まあ、ブレイズはとりあえず絶対除去るんですけど、まあ、展開を優先させるか、いたずらを打つかですね。まあ、結局その、アクトが基本的に負け筋になるんで、まあ、いたずらも使っていきそうですね。まあ、2ディスカードと、クリーチャーイケンゲで。アクト持ってるいや、これはディスカードさせて正解ですね。さらに、圧巻で、これはトークンでいいかな。宝物トークンの方で、まあ、特目も、使っていきたいということで。さあ、ただ、残りライフは2点のまま。強いね。で、まあ、2-2にして殴ってくるか。圧巻2-2にしなかったのは、相手が
アクトが入ってるからですね。さて。まあ、ただ、しっかりと対処はできていけてる。で、残り1点まで。ライフゲームもしたいんで、まあ、特目が出せる状況ではあるんですけど、侵入者優先ですね、先に。まあ、特目は基本的には、長期戦の最終手段。まあ、次のターンあたりは出していけそうですが。ブレイズ。はい。ただ、今の状況だとブレイズも、効かないですね。エンチャントを出されると、あれですが。さあ、ただ除去も引いてくる。これは先に除去を打っていきましょう。宝物トークンも出ていくんで、このターンに特目も出せますね。残り3点だと、まあ、即死は、アクト以外だと多分ないんで。さあ、フルパンでいきましょう。残り11点から、特目も出していく。まあ、次のターン生き残ればさすがに勝ちですね。おそらく。さあ、ここで投了と。オーケー。さあ、やっていきます。こちら5手。これはマリガンですね。はい、キープしていきましょう。ただ、1枚しか入っていないミレックスを初手に引いている。ミレックスがちょっときつそうですね。まあ、一巻の終わりをボトムに送っていきましょう。青黒。鏡に願いを2枚目引いてしまう。まあ、現状その土地がないのと、黒の鳥心が結構ね、きつそうな感じですよね。さあ、相手は、スルタイカラー。まあ、新しいデッキっぽいですね。さあ、ここはメインで、のど首で除去っていく。お、土地引く。これで、一応、ギックスも次のターンに出すことができるようになりましたね。まあ、一旦限定ですけど、好きなカラーが出せるのは、まあ、ミレックスのいいところかなと。さあ、ここはガチョウの母。まあ、ハイドロイド混成体のアッシュみたいな感じなんですけど、まあ、テーマ内機で出そうとしたら、サイズがちょっとだけでかいのが、ガチョウのいいところではありますね。さあ、ここは相打ちをしてくるのかどうか。お、相打ちしない。ドローさせてくれますね。さあ、あとは、もう一枚黒マナを引けるかどうか。お、ここは一巻の終わりで、ギックスを除去っていく。これで手札もバレてしまうんで、さあ、デッキからギックスが全て抜かれていくと。どうするかな。まあ、カウンターがないうちに鏡に願いを打つのもいいんですけど、一旦ベリアナ出していきたい感じはありますよね。さあ、ベリアナ出して、マイナスからガチョウを除去っていくと。さて。まあ、盤面的にはこっちが有利なんで、グレタ。なんだこれ。333でトークンが出て、食物トークンを生贄捧げると、ドローかプライスカウンターを乗せる。なるほど。これはもうプラス打っていくか。まあ、カウンターされるのが一番寒いんで、まあ、鏡は1枚は捨てて OK ですね。さあ、英雄ターンを捨てていく。まあ、このターンは収穫者出して、グレタを除去っていきましょう。さあ、マイナス4修正。まあ、スルタイカラーということで、とりあえず、まあ、カウンターは警戒していくべきかなと。うん。さあ、プラスからこれは負け犬を捨てていきましょう。さあ、書き消し。はい。さあ、負け犬をさらにキャストしていきますが、さらに書き消し。はい。まあ、これで次のターンは、願いを、まあ、安全に打っていくことができますね。まあ、この状況だと、ここでトヨタは、GG。まあ、相手は食物トークンシナジーのデッキなんですが、まあ、英雄弾カウンター除去と、まあ、結構、脅迫は刺さりそうなんで、脅迫3枚入れていきますか。で、まあ、切り崩しはいらないんで、あとはまあ、墓地体はいらなそうなんで、ネズミ1枚抜いて、
で、まあ、サイド後はなんか相手もコントロールっぽくなっていきそうなんで、新和色を入れていきましょう。さあ、1試合目勝って2試合目。まあ、キープしていきましょう。今の駅のクリーチャーはいないですが、まあ、バランスは割といいハンドではあるかなと。さあ、相手は青黒ランドからスタート。まあまあまあ、ゆっくりやっていったら、こっちのデッキは結構強いんで、さあ相手は、ここもタップイン。まあ一旦除去って侵入者でスタートっていう感じになりそうですね。さあ、ガチョウの母を出していく。まあ3マナ33飛行で、生き残ったらおまけもついてくると考えると、まあハイドロイド混成体と比べるのは、酷ではあるが、まあ結構、やるかもしれないですね。さあ4マナ目。喉首を打っていく。さあディスカードは、食物エンチャント。なるほど。さて、相手はカウンターを構えれるターンなんで、まあ、工作員を出して、ターンを足していきましょう。まあ、何もなければそのまま3-3まで、でかくしていくという形で OK ですね。さあ、そしてこれで、はい、マナを全部使ってくる。これは全体強化か。まあ、ギックス出して、ドローまで行きましょう。相手ももうこれ、ハンドが1枚だけなんで。さあ、ギックス出してからの、まあ、除去は温存。はい、通していく。3点通ってからのワンドロー。お、特目いいですね。これもう使っていきましょう。さあ、執念の特目で相手のトークンも除去っていくと。まあ、あとは暇になったら、特目はもうエンチャントで出したいので。相手は食物トークンシナジーデッキなんですが、まあ、クリーチャーがなんかなかなか並ばなさそうな感じはありますよね。ランクルのいたずら。まあ、とりあえず殴りますか。さあ、6点アタック。まあ、除去引かれてたら、あれなんで、そのまま、ミスラランド起動。まあ、ミスラランドは、特にズゴンとかはないんで、喉首で除去っていきましょう。さあ、4-4になっていくんですが、喉首でしっかりと受け止めていくと。ここで同僚と。OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。